皆さん明けましておめでとうございます。2023年始まりました。今日は歌舞伎座初日第2部に来ました。寿恵方曽我、そして人間万事金の世の中です。大河で活躍した彌十郎さん主役を務めます。楽しみですね。それでは行ってみましょう。レッツゴー。今第2部前半の寿恵方曽我が終わりました。いや、期待以上に面白かったです。なんか華やかでした。正直に言って11月12月と團十郎さんの襲名、披露公演で11月にういろう売り、そして、矢の音を見ました。そして11月12月と助六を見てます。なんかそごものばかり見てるという気もしましたけども、なんと今回も新鮮でしたね。パーッと舞台が開くと、そこに梅の花が飾ってあって、そして大磯の廓のシーンでした。華やかですね。そして、工藤祐経の白鸚さん、そして横に染五郎さんがいるんですよ。いや、染五郎さんのこのイケメンぶり、ちょっと古いですけども、アラン・ドロンとか、または私が結構美しいと思う映画ですけども、ベニスにシスという映画のタジオみたいな、美しさがありました。そして五郎を幸四郎さんがやってます。幸四郎さんもなんか本当に顔が締まってきて、すごく凛々しい顔でした。そして演技も、踊りですけども重みがありました。猿之助さんの十郎とのコンビ、素晴らしかったです。そして意外に良かったのが海春さんが軽やかに踊りました。驚きました。海春さんの踊り、すごく、体がしなやかに使っていて、なんといつも重々しい渋い役の海春さん、素晴らしい。あんなに踊れるんだなということで驚きました。物語自身は、その後大磯から実際富士の狩場に移ってで様式美で終わりました。いや、本当にちょっと期待を超えた素晴らしさでした。特に染五郎さんを見るだけでも、イケメン好きの女性ファンの方、ぜひ歌舞伎座にお越しください。それでは、この後はいよいよ NHK 大河ドラマで活躍した彌十郎さん、人間万事金の世の中です。久しぶりの彌十郎さん主役ということで、どんな舞台になるか楽しみです。最後には私から伝統芸能系 YouTuber としての電脳和風として、プレゼント企画のお知らせがありますので、ぜひ引き続きご覧ください。それでは、歌舞伎座第2部後半に行ってみましょう。レッツゴー。今2月歌舞伎座第2部後半の人間万事金の世の中が終わりました。正直に言ってちょっと私の好きなタイプの歌舞伎ではありませんでした。彌十郎さんごめんなさい。ストーリーはもともとイギリスのリットンという劇作家、そして政治家でもあった人のマネーという、お金という演劇を川竹木馬が歌舞伎に仕立てたものだそうです。リットンが有名なのはペンは剣より強しという言葉を残したそうですけども、同じこのコンセプト、劇のコンセプトとしては、情や義理は金より強しということを言いたかったのだと思います。それを
川竹黙阿弥が歌舞伎にしたんですけども、少しちょっとドタバタしていて、風が強いですね。ドタバタしていて、笑いもあったんですけども、味わいはちょっとなかったかなと思います。ストーリー自身は、主人公は清左衛門の彌十郎さん、金に強欲な罪問屋、そして、そこに父親が亡くなってでっちで入っている甥の倫之助、これはよろずや金之助さんがやっていました。で、この倫之助、金之助さんがいろいろ強欲な王子のとこで、いじめられる。ところが長崎の遠い親戚が遺産相続の話で、倫之助は大金をもらえる。で清左衛門はびっくりして、この嫁にやろうと、自分の娘を嫁に入れようとする。でも倫之助は立派な店を持つ。そして一計を案じて、最後彌十郎さん清左衛門をギャフンと言わせる。そして同じように店に奉公に入ってたお蔵、高太郎さんがやってますけどもと、一緒になってめでたしめでたしという話でした。彌十郎さん、大きい体を生かして、ダイナミックな強欲さはよく出ていたと思います。なので、もうこれは世話物の一部でしょうけども、残切り物という、明治で、江戸の情と義理が、失われていく中で、黙阿弥がお金よりも情や義理が大事だと言いたかったんでしょうけども、そこはこの歌舞伎の描き方の味わいの好き嫌いかと思います。さて2023年始まりましたけども、今年も歌舞伎座は全幕見て、お届けする予定です。ランキングもつけたいです。皆様がどれから見ればいいかという参考に、そういう情報もお届けする予定です。それ以外に実は12月の30日に私の企画した落語会やりました。世界初外人落語家を2人呼ぶということで、桂サンシャインさんカナダ人、三遊亭好青年さんスウェーデン人の落語家で、大阪の呉服座という芝居小屋でやりました。非常にアンケートの満足度も高くて、成功しました。ありがとうございます。日本の文化落語を海外に広めている桂サンシャインさんの落語、ものすごいパワーですし、どこが外人に、海外で日本の文化を受けるのかという文化比較論にもなっています。そして、公式 LINE も始めました。公式 LINE お正月お年玉企画として、11月12月團十郎さんの襲名公演のチラシ、私3部余計に持ってますんで、プレゼントしようと思います。公式 LINE 登録して、下に書いてありますんで、ご応募ください。そして、リーズナブルな価格で、日本の伝統芸能を楽しんでもらおうということで、2月の28日にはまた大阪の芝居小屋呉服座で立川篠春さんの坂田三吉物語をやります。私が聞いた落語の中でも、トップ3に入る面白さです。ということで、伝統芸能系 YouTuber 電脳和風として、今年ますますいろんな情報をお届けしますし、自分でも企画して、皆さんに素晴らしい、そして、新しい部分もある伝統芸能をお届けしたいと思います。ということで今年もよろしくお願いします。今日歌舞伎座初日お届けしました。また一緒に今年も伝統芸能を新しい切り口、そして新鮮な気持ち、若い心で楽しみましょう。それではまた。